こんにちは、加藤です。今日はですね、基本に立ち返りまして練りゴムの使い方、練り消しとも言いますけれども、これの使い方についてお話していきたいと思います。最近始められる生徒さん何人かいまして、練り消しの使い方を解説したり実際にやってみせたりするんですけれども、すぐにはなかなかうまくいかないんですね。そんなわけでちょっとゆっくりとしっかりと練りゴムのコンディションの整え方についてお話ししますのでご覧ください。それではどうぞ。用意したのはボルベインのナンバー3っていうのは大きさが3種類ありまして、でっかいの、ちっちゃいの、中くらいと、これちょうど真ん中くらいの大きさのやつで1個あたりだいたい100円くらいで売っている、一番ポピュラーなとかどこでも手に入る練りゴムです。これだいたい半分にちょん切って1つあたりの大きさを半分っていうこのくらいの大きさを1単位として使っています。そのままではねすごい使いにくいんで、こうやってよーく練ります。使い始めに練ります。私ね、新品ってこうどうも使いにくいんですよね。粘り気が足りないというか、そんなわけでこの中古というかある程度使い込んだやつの練りゴムをちょっともらって、これで一緒に練り込みます。で、明るいグレーというか薄いグレー、そんな感じの色になるように自分でこの粘り具合というかベタつき具合を調整してあげるといいと思います。少しだけですけれども粘り気が増します。で、この練りゴムをよーく練って絵を描いてる時っていうのは、私右手に大体鉛筆を持って左手にこう練りゴムをこんな風に、無意識のうちにっていうか癖なんですけど練りながら絵を描いてることが多いです。ただこれあんまりやりすぎると手の指の油分が全然なくなって手がねカサカサパサパサしてくるんですね。なのでこの、癖もいいのか悪いのかよくわかんないですが、すぐ使いたい時に使える状態にしておくっていうのは大事だと思います。はい。で、見えるかな、これ練っていてこのギュッと押しつぶした時に表面がこうひび割れてる、ボソボソしてるの分かりますかね。こういう感じ、ボソボソしてる。で、こういう状態だとうまくこう消せないというか使えないんですね。分かりますか。これ使い込んだ練りゴムですけれども、こうやって練っていった時に表面がボソボソしてこないんですね。分かります？この表面の質感の違いっていうか、粒子がこうまだね滑らかになっていないっていうかね、生のゴムの状態がまだ残ってるというか、なので練りゴムをある程度練り込んで使い込んでいくとちょうどいい使い勝手に変わってくる、そういった画材だと思います。で、今画材って言いましたけれども、私が考えるには鉛筆と同等かそれ以上にこの練りゴムの役割って大きいんですね。白い色で描く、白い絵の具で描くでよく言う先生いますけれども、私も黒い部分は鉛筆とかコンテとか、黒い画材使うんですけど、白い部分、デッサンにおける白い部分に関してはこの練りゴムが画材になります。初心者の方はこれ練りゴムっていうのを消しゴム、消す目的というか、書いて失敗したのをなしにする、そういった目的で使うことが多いと思うんですが、デッサン慣れてきた人にとっての練りゴムっていうのは描く画材なんですよね。白い色を描くための道具で、消すって何にもなしにするっていう風な作業はだんだん減ってきます。失敗してもなるべく残すようにして、いよいよいらなくなったところを消すっていうことは中にはあるんですけれども、描いていく上で描いた失敗した痕跡も活かせるものは活かすようにして描き進めていけるようになってきます。なので失敗を消す部分はどんどん減ってきて、白く描くために利用する比率が増えていくと思います。今両手でね2つをこうやって練り比べてというか練っているんですが、分かりますか、このひび割れ具合の違いが。やっぱり練りゴムもコンディションを整えてあげないとうまく使えないので、だからこれだとねやっぱりちょっと使いにくいんですよね。表面が押しつぶした時にボソボソする、これだと細かな描写コントロールができない。で、こっちの使い込んだ練りゴム、こんな風にですね、形を私よく鳥のくちばしのような形っていうんですが、この形ですね。この先端の形状が
こう尖っていて、上から見るとこういうベロのような形。これ結構練習しないとできないんだなっていうのを最近気づいたんですけど、生徒さんに練りゴムはこうやって尖らせて細かい部分を消すんですよって実際にやってみせるんですが、やっぱりこれ練習というかこう練り慣れないとこんな風になっちゃう人が多いんですね。先を尖らせるっていうだけでもちょっとね練習が必要というか、頭を少しこうやってここですね、頭を少しこう丸めてこういう形状を作っておいてからここを潰すっていうのは、この人差し指のこの、第二関節のところに向けて親指で押し付けるんですけど、この形状、これがうまく作れると細かな部分が消せる。で常にこう消すと黒くなるので、新しい面を新たにこう綺麗な形状を作り出すわけですけど、これのスピードが速いとどんどん描いていけるんですね。細くて真っ白い線を、途切れなくずっとこう描き続けていくためには、常にこう練って先を尖らして描く、で練って先を尖らして描く、この繰り返しなんですね。この繰り返し、ちょっとね作業が早いかな。ちょっとゆっくりやってみますね。練って尖らせて描く、で練って尖らせて描く、この繰り返しです。これがこの連続した動作がこういうふうに尖ってるんですね。潰してこの練ってます。練って新しいところを尖らせて描くって、常にこの綺麗な面というか新しい面を尖らせて、これですね、尖らせて描く、この繰り返しが早くできると描いていくスピードも上がっていきます。鉛筆で言えば尖った鉛筆が丸くなってきたら常に持ち替えていけばいいんですよね。尖ったのに持ち替えて、丸くなったらまた尖ったのに持ち替えて、常に持ち替えていけばいいんですけど、練りゴムの場合はだいたいこう1個ね形状を毎回変えながら尖らせながら描いていくので、こういう感じです。尖らせて描く、この形ですね。練って尖らせて描く。ちょっとゆっくりやってみますね。ゆっくりやってみますね。練ってはい、だいたい練りました。こんな雪だるまの頭みたいな、だるまさんみたいな頭ですね。でこういう形状を、先がちょっと細くなった丸い形状を親指でギュッと押しつぶします。ここですね。でこれをこう押しつぶしすぎると先尖らないので、適当な頭、お団子の頭というかね作っておいて、指のこの第二関節の間にギュッと押し付けて、鳥のくちばしみたいな、このベロみたいなこういう形状で先を尖らせてあげます。ここの先端が一番大事なんですね。ここがしっかり尖っていることが重要で、常にこうやって尖らしてやる、常に尖らしてやる、練って尖らせる、こういう感じです。練って尖らせる、こういう感じです。もうちょっとゆっくりやります。練って尖らせるというか、ゆっくりだと結構やりにくいかもしれないですね。この繰り返しで練って尖らせる。だから私の場合は2アクションですね。練って尖らせる、こんな感じ。先が尖っていてベロのような形をしていて、表面がボソボソと、分かります？形状が滑らかにこうつながってる感じ、途中でこうギザギザにならない。これもだいぶ使えるようになってきましたね。こんな感じ、先が丸くなる、こういう形状です。はい、説明はその辺にして、ちょっと実際に使ってみましょうね。用意したのはユニの 4B、この辺までにしましょうか。 4B でちょっと色をつけます。前に、際の描き方、エッジの出し方という動画を上げたんですけど、立方体の右奥の角を例にとって
バックが明るいグレーで、それよりも立方体の方が少し明るいグレーと暗いグレーのその境界を描き表すのにどうするっていう実技動画を上げたんですが、今回もちょっと似たような感じで、今鉛筆でちょっと調子をつけました。さっと撫でます。撫でるっていうのは紙の凸凹の引っ込んだところに粉を行き渡らせるというかね、詰め込む、そういった作業です。一回押さえたらちょっと角度を変えてもう一回調子つけてみます。はい、この調子をつける作業なんですが、私はこうやって一度に暗くするんじゃなくて、何回かに分けて、今123回目ですけど、3層に分けて、乗せてから鉛筆を乗せてから押さえる、乗せてから押さえるっていう風に、一度に乗せて一度に押さえるんじゃなくて、分割して調子を徐々に暗くしていってます。それなぜかというと、この凸凹の引っ込んだところに粉が入り込みにくいんですね。一気に鉛筆をつけてこすろうとしても、この点々というかつぶつぶの、これ M 画用紙ですが、つぶつぶのね、明るいくらいの差が結構激しいまま後まで残っちゃうので、滑らかなグレー調子を作ろうと思ったら何回かに分けた方がいいと思います。はい、ちょっと調子をつけました。でここでですね、例えば、どうしようかな、これをバックのグレーとしましょう。に対して、例えばこういった立方体があると仮定して、立方体のここを描いていきましょうかね。右角のこういう形ですね。はい、練りゴムで抜いてみます。はい、この形状を作りました。これでこんな風に角を使って先がね黒くなっているので、中に練り込んで新しい面を出します。黒くなっているので新しい面を出します。新しい面を出します。でこの角ちょっとやってみましょうね。ギュッと尖っていって、こんな風に先端がシャープに尖るように新しい面を出しながら抜いていきます。で抜きすぎたところ、はみ出して消しちゃったようなところは鉛筆を使ってこのはみ出したところを、消しすぎたところをフォローしてあげます。例えばこんな感じでどうでしょう。この先端で際をピンポイントで抜いてあげます。この形状が作れないとこの細かい作業ができないんですよね。どうでしょう、こんな感じで。下もちょっと抜いてみましょうかね。とりあえずこのくらいにしておきましょうか。で消しすぎたところは鉛筆でちょっと際をフォローして周りにぼかしてやると。はい、これが練りゴムのこの角を尖らせて使った時にできるエッジの鋭さです。でこの鋭いエッジがどうしてもこう作れない、練りゴムのこのコントロールがうまくいかないっていう人は、前回の動画でケンちゃんがちょっと言ってましたけれども、直消し板が手元にないという人は、こういったコピー用紙を当てて練りゴムで消すとエッジがきれいに鋭角に出せます。ちょっとやってみせますね。こんな感じ。はい、取ってみましょう。どうでしょう。このエッジ鋭く切り立ってますよね。比べてもそんなに差がないというか、でもこっちの方がやっぱり鋭いかな。消す時に何かこういったものを当てて消すと直線がシャープに書き起こすことができます。
練りゴムで書き起こす、白色で書き起こすっていうのは、こういうことになります。ベースになるハーフトーングレーがついてないとそれはできないので、最初に中間調子を作った上で、より暗いところは鉛筆で、より明るいところは練りゴムで書いていく。比率としたら5対5くらい、白で書くパート、黒で書くパート、半々くらいあるかなと思います。はい、今日は久しぶりになりましたけれども、改めてこの練りゴムの使い方というか、練りゴム使えない方、結構角を尖らして使えない方が多い声を聞いてましたので、説明しました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。